来月国へ帰るリンさんのために送別会を開こうと思うんだけど、どうかな？それはいいですね。私も何か手伝いますから、一緒に幹事をやりませんか？ありがとう。助かるよ。まずはみんなの予定を聞いて日にちを決めないといけないね。金曜日の夜なら次の日が休みなので参加できる人が多いと思いますよ。そうだね。じゃあ来週の金曜日にしよう。お店の予算はどれくらいがいいかな？一人4000円くらいでコース料理と飲み放題がついているお店を探してみましょう。リンさんは辛い料理が苦手だからメニューを選ぶときは気をつけてね。わかりました。駅の近くにあるイタリアンのレストランならきっと大丈夫だと思います。じゃあ、お店の予約は君にお願いして、僕はプレゼントの準備をしておくよ。承知いたしました。人数が確定したらまたすぐに連絡しますね。来月契約の更新があるから、新しいアパートに引っ越そうと思っているんだ。そうなんですね。次はどんな条件の部屋を探しているんですか？駅から歩いて10分以内で、家賃は8万円以下がいいな。その条件だと新築の物件を見つけるのは少し難しいかもしれませんよ。確かにそうだね。建物が古くても内装がきれいにリフォームされていれば構わないよ。それなら見つかるはずです。今週末、一緒に不動産屋に行ってみましょうか。ありがとう。心強いよ。ついでにスーパーや病院など周辺の環境も確認したいな。実際に街を歩いてみて、夜の暗さや治安もチェックした方がいいですね。詩の通りだ。失敗しないように事前に希望をリストにまとめておくよ。いい部屋が見つかるように、私もネットで情報を調べておきますね。来月の3連休、どこか温泉に入ってのんびりしたいね。賛成です。箱根か草津、どちらに行くか決めましたか？草津も魅力的だけど、移動に時間がかかるから、近い箱根にしよう。わかりました。交通手段は電車にしますか？それともレンタカーを借りますか？途中で観光地にも寄りたいから、車を借りてドライブしながら行くのがいいな。じゃあ私は露天風呂があって美味しい夕食がついている旅館を探します。連休で混むだろうから、なるべく早めに予約した方が安心だよ。そうですね。今夜いくつか候補をピックアップしてリンクを送りますね。お願いするよ。予算は一人2万円くらいで収まると助かるな。了解しました。割引キャンペーンが使えるかどうかも確認してみます。おはようございます。実は今朝から熱があって喉もすごく痛いんです。それは大変ですね。インフルエンザかもしれないので無理しないでください。申し訳ありませんが、今日は会社を休ませていただいてもよろしいでしょうか。もちろん構いませんよ。仕事のことは心配せずに早く病院へ行ってくださいね。ありがとうございます。午後の会議の資料は鈴木さんに引き継いでおきました。わかりました。私からも鈴木さんにしっかりフォローするように伝えておきます。ご迷惑をおかけします。明日の朝また状況を電話で報告します。連絡はメールでも大丈夫ですから、とにかくゆっくり休養をとってください。温かいお言葉感謝します。では、お先に失礼いたします。お大事に。何か急な要件があればこちらから連絡するので安心してください。来月結婚する田中さんに部署のみんなで何かお祝いを贈りませんか？いいアイデアですね。
新生活で使えるおしゃれな家電なんてどうでしょうか。コーヒーメーカーや高機能なトースターなんかが喜ばれそうだね。でももうすでに買ってしまって同じものを持っている可能性もありますよ。確かに、サプライズにはならないけど、本人に直接欲しいものを聞くのが一番確実かな。そうですね。それが一番無駄にならないし、相手も気を使わなくて済みます。じゃあ、明日の昼休みに僕からさりげなく田中さんに探りを入れてみるよ。お願いします。予算は一人2000円ずつ集めれば十分いいものが買えますね。5人集まれば1万円になるから選択肢もかなり広がるはずだ。何を買うか決まったら、週末にデパートへラッピングしてもらいに行きましょう。明日のプレゼンなんだけど、緊張してうまく話せるか自信がないんだ。あんなに準備を頑張っていたんだから、自分を信じてリラックスしてください。スライドは完成したんだけど、説明が少し長すぎる気がするんだよね。もしよければ、今から会議室で一度年収に付き合いましょうか。本当？客観的な意見を聞かせてもらえるとすごく助かるよ。聞き手に一番伝えたい結論を最初に持ってくることを意識してみてはどうでしょう。なるほど。最後まで結論がわからないと聞いている方も疲れちゃうからね。それに、画面ばかり見ないでお客さんの目を見ながら話すと説得力が出ますよ。的確なアドバイスをありがとう。原稿を読むんじゃなくて自分の言葉で伝えるよ。その調子です。本番で実力が出せるように私も応援していますからね。最近お腹が出てきたから新しくできたスポーツジムに通おうと思うんだ。運動不足の解消にもなるし、ストレス発散にもなるからいいと思いますよ。でも仕事が忙しいと結局行かなくなって無駄になるんじゃないか心配でね。それなら家の近くにある24時間営業のジムを選ぶのがおすすめです。それなら残業の帰りでも寄れるし自分のペースで通えそうだね。最初は無理せずに週に1回30分走るだけでも全然違いますよ。まずは形から入りたいからかっこいいウェアと靴を買いに行かないと。最近のジムはタオルや靴を安くレンタルできるところも多いみたいですよ。手ぶらで行けるのは便利だね。今日の夜ネットで料金プランを調べてみるよ。もし良さそうなところがあったら私もダイエットのために一緒に入会しようかな。